皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日のポッドキャストでは私が住んでいる奈良県についてお話ししていきます。皆さん、奈良県って聞いたことありますかね？奈良県は大阪の隣、大阪の東にあります。そして京都の南ですね。ここは私が住んでいるところなんですけど、皆さん大阪とか京都を思い浮かべて、結構ね、奈良県って忘れられがちな存在なんですけど、でも実は奈良県もすごく素敵な場所で、歴史もとてもあるし、ご飯も美味しいし、本当に自然がたくさんで、とにかく楽しいおすすめの場所なので、今日はね、皆さんにお話ししたいなと思います。で、なんで急に奈良県のお話をしようと思ったかというと、実はこの前の休暇中に久しぶりに奈良で観光をしてきました。生まれてからずっと住んでいるところって、やっぱり特別な感情っていうのがなくなってしまって、日常の一部みたいになってしまいますよね。なので私自身も、わざわざ奈良を観光しなくてもいいかなとか、そんな風に思って後回しにしていたんです。なんですけど、この前ね、休暇中、のんびりしてる時に、奈良でも行こうかってなって、奈良県に行ってきました。で、奈良県を最後に観光したのって、実はもう小学生以来なんですね。もう10年以上前ですね。学校のイベントで奈良県を観光したっていう思い出しかなくて、もちろんその近くで友達と遊んだり、飲みに行ったり、っていうか、私は前までその近くでカフェで働いてたので、そういう風に近くに行く、その場所にいるっていうことはあったんですけど、今日お話しする神社とか、公園とか、そういう特別な場所に行って何かをするっていうことはすごく久しぶりでした。でも行ってみると本当に楽しいことがたくさんあったので、皆さんに今日はお話ししていきたいなと思います。ぜひね、今日の動画を見て、奈良県っていうのも関西旅行の一つの選択肢に入れてくれたらすごく嬉しいです。では早速始めていきますね。一番最初に奈良県って言ったら一番有名なものからお話ししていきます。これは奈良公園です。奈良公園っていうすっごく広い公園があります。で、ここは何で有名かというと、鹿ですね。鹿が本当にたくさんいます。で、どうやって調べたかはわからないんですけど、去年の7月は、1325頭いたみたいです。やばくないですか？ 1325。めちゃくちゃ多いですよね。それくらい鹿が奈良県では有名です。で、この鹿が住んでいる場所が奈良公園っていう公園なんですね。で、この奈良公園には鹿せんべいって呼ばれる、鹿にあげるおやつが売られています。で、これもすごく安くて、10枚200円とかだったかな。本当に安いんです。しかもこれだけですっごく楽しめるので、ぜひ皆さんも試してみてほしいんですけど、この鹿せんべいを持っていると鹿がすごく集まってきます。本当にただただ寝てるだけとか、立ってるだけ、ぼーっとしてる鹿がたくさんいるんですけど、鹿せんべいを持っているとすっごく近づいてくるんですね。もうめっちゃ近い。服も噛まれたりするので、お気に入りの可愛い服とか、そういうのを着てる人は、ちょっと大変かなって思うんですけど、でも可愛いし、すごくいい体験だと思うから、ぜひね、興味がある人は試してほしいです。でも、怪我しないようにだけ気をつけてくださいね。一応奈良の鹿は、野生なので、本当に飼育されてトレーニングされたっていうわけでもないから、本当に、時には危ないので、可愛いなーって思いながら優しく
接してあげてください。で、もう一つこの鹿についてお話ししたいんですけど、この奈良公園の近くに春日大社って呼ばれる大きな神社があります。で、実は鹿はこの春日大社、この神社の、神様の使いだって言われてるんですね。こういう理由もあって奈良県の鹿っていうのは、天然記念物、国の天然記念物にも登録されていて、そういうふうに日本の中でも特別にされている、鹿なんです。奈良県の鹿は。昔の歌集っていうのは、歌を集めたもの。昔の歌なので和歌。今みたいなポップミュージックとかじゃなくて、古典的な、一つこの辺に書いておきますね。すごく、有名な古典の昔の歌があるんですけど、これが集められた歌集っていう本があって、万葉集っていうものですね。この中に、奈良県の鹿のことが書かれていて、昔その春日大社の神様が白い鹿に乗っていたっていう伝説があるんですね。この話から奈良県では鹿が神様の使いだって言われるようになって、今でもずっと大切にされてます。で、この春日大社も久しぶりに行ってきたんですけど、本当に素敵で、めちゃくちゃ大きい神社、すごく有名な神社なので、ぜひ日本の歴史とか建築とか、そういうのが好きな人には楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。他にもそういうことに興味がある人におすすめなのは、東大寺って呼ばれるお寺です。ここには私もこの前行ってきたんですけど、本当にすごく大きいお寺で、東大寺の特徴といえば大仏ですね。大仏。大仏っていう、大きな像があります。この大仏はなんと高さが15メートルもあって、もう見上げないと頭まで見られない大きさなんですね。それぐらい本当に大きくて、これも奈良県といえば大仏だって言われるぐらい、奈良県にとって特別なもの、有名なものなので、ぜひ建築とか歴史が好きな人には見てもらえたらいいなと思います。で、こういう建築物で私が一番すごいなって思うのは、今ってやっぱり技術とかいろいろ進化してる、発展してるから、大きな建築物を作るってなっても、そこまで感動しないというか、大きいなーで終わっちゃうと思うんですけど、何がすごいかって、この春日大社とか東大寺とか大仏って、すごく昔に建てられたものなんですね。もちろん私がいない時、まだ生まれてない時です。本当に1000年前とかですね。もういつの話かも全くわからない。人がどんな生活をしてたかとかも思い浮かべることができないぐらい昔にあんなに大きい素晴らしい建物とか像が作られたっていうのが本当に素晴らしいなって思います。それもあってこの前久しぶりに行った時すごく感動しましたね。なので日本の歴史とかに触れたいな、そういうのを経験したいなって思う人は、ぜひ奈良県に来てくれたら楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。では、ここからはもう少しゆるーくお話ししていきますね。ここからお話しするのは、私が大好きな食べ物とか、飲み物についてですね。奈良県ってやっぱり大阪とか京都に比べたらショッピングできる場所の少なさとか、レストランの少なさとか、そういうのが目立ってくると思うんですけど、実は奈良県にもレストランとかカフェとか、美味しいものが楽しめるところ、可愛いものが買えるところ、そういうのもたくさんあります。で、これがどこかというと、さっきお話しした奈良公園とかにも近いんですけど、近鉄奈良駅っていうところのすぐ近くに商店街があるんですね。お店がずらーっと並んでる、商店街があります。で、目印は、近鉄奈良駅に噴水があるんですね。
小さい噴水があって、で、そこがね、結構待ち合わせスポットになることが地元では多いんですけど、そこから商店街にすぐつながってるので分かりやすいと思います。で、そこをまず歩くとレストランがずらーって並んでて、そこを越えたあたりから買い物ができるお店、雑貨屋さんとかもたくさんあるし、あと服屋さん、古着屋さんとかもこの前行きましたね。そういう風にショッピングも楽しめるようになってるので、ぜひね、皆さん、奈良公園とか東大寺とかそういうのに加えて、このショッピング通り、商店街も楽しんでもらえたら嬉しいです。でね、じゃあ奈良県って何食べればいいのって思うかもしれないんですけど、奈良県はまず柿の葉寿司っていうお寿司がすごく有名です。お寿司っていうのは皆さんご想像の通り、ご飯の上にお魚が乗ってる、お刺身が乗って握ってあるものですね。あれがお寿司なんですけど、柿の葉寿司っていうのは、このお寿司が柿の葉っていう葉っぱで巻かれてます。なので、葉っぱの香りがこのお寿司に少し移っていて、もうすっごく美味しいんですね。この柿の葉寿司は私もすごく好きなので、たまにね、一年に一回くらい自分へのご褒美と思って食べたりするんですけど、本当にそれくらいおすすめなので、ぜひ皆さんにも食べてほしいです。有名なお店も何個かあるので、ぜひね、調べて行ってみてください。そして他にも奈良県といえば三輪そうめんですね。三輪そうめん。そうめんっていうのは麺の種類の一つです。みんな麺って聞くと、ラーメンとかうどんとかそばとか、この三つが思い浮かぶ人が多いと思うんですけど、そうめんもこの中に入ります。そうめんってね、すっごく美味しいんですね。私も小さい頃よく食べてました。家で作るのも簡単なんですけど、このね、三輪そうめんっていうのは、奈良公園の近くではなくて、奈良県の南の方ですね。桜井市って呼ばれる場所で有名なご飯の一つです。なので、もしね、奈良公園のあたりだけじゃなくて、桜井、ここはね、桜がすごく人気なんです。有名。めちゃくちゃ綺麗なので、もしね、桜井の方に行く用事がある人、予定がある人は、ぜひここで三輪そうめんを食べてほしいなと思います。本当に美味しいのでおすすめです。で、他にも奈良県で有名なもの、スイーツといえばかき氷ですね。これは本当に有名です。かき氷は基本的に氷を食べるので、すごく冷たいんですね。なので、やっぱり人気な時期が夏で、夏しか開いていないお店とかもあるんですけど、年中開いてるお店もあるし、いちご味とか結構ベーシックなものに加えて、抹茶とかモンブラン、栗ですね。そういうのも結構フレーバーがたくさんあって、本当にいろんな味を楽しめるスイーツの一つなので、日本のというか奈良県で有名な、スイーツを楽しみたいっていう人は、ぜひかき氷を食べてほしいなと思います。今からの季節、すごく暖かくなってきて、というか、夏なんてめちゃくちゃ暑くなるので、かき氷はね、すごく人気にもなるし、奈良公園の近くにも美味しいかき氷屋さんがたくさんあるので、ぜひね、調べてみて、皆さんが行きたいところをチェックしてみてくれたら嬉しいです。で、次もう一つだけスイーツをご紹介しますね。これはね、きっと皆さん、インスタグラムとか TikTok で見たことがある人がいるかもしれません。何かというと、よもぎ餅です。よもぎ餅。餅っていうのはお米でできたスイーツなんですけど、よもぎ餅は、緑色のものですね。よもぎの色なので、緑色だし、よもぎの味もするんですけど、ちょっとね、どんな味かを、あの、
説明するのはめちゃくちゃ難しいので、ぜひね、奈良県に来た時に食べてほしいです。で、有名なお店は中谷堂って呼ばれるところですね。ここはなんで有名かというと、皆さん、餅つきを見ることができます。餅つきっていうのは、餅を作るときに、こうやってつくんですね。なんて言うんだろう。臼って呼ばれる大きな器があって、そこに餅があります。餅が置かれます。で、キネって呼ばれるハンマーみたいなものですね。木でできたハンマーみたいなもので、この餅を叩くんですね。こうやって。で、そうやって餅を作るんですけど、これをね、見に来る観光客の方がすっごく多いんです。私もこの前久しぶりに近くで見たんですけど、やっぱり迫力がありました。こうやって餅つきをするのって一人ではできないんですね。少なくても二人でこう持ち上げるというか、ひっくり返す人で、叩く人。その二人のタイミングが大事になってくるんです。タイミングを間違えてしまうと、この木のハンマーで一人の手を潰してしまうことになるので、掛け声、1212とか、はいとか、なんて言うんだろう、そういう声が大切なんです。今叩くよっていう合図を二人でちゃんと声に出し合ってやることが大切なんですね。これを目の前で見ることができるっていうのは、このお店、中谷堂だったと思うんですけど、このお店の特徴の一つなので、ぜひ行ってみてほしいです。で、本当に美味しいので、そこのよもぎ餅、ぜひ食べてみてください。で、次、最後に皆さん、お酒についてお話ししますね。奈良県にはおすすめの地酒があります。地酒っていうのは、その土地で有名なお酒、その奈良県で作られてるものですね。で、春鹿って呼ばれるものです。私はこのスパークリングタイプをいただいて飲んだことがあるんですけど、それがね、めっちゃ美味しいんですね。すっごく美味しい。甘くて飲みやすいので、お酒があんまり好きじゃないというか、苦手だなっていう人にも楽しんでいただけると思います。で、辛口とかも売ってるので、皆さんの好みに合わせてぜひ楽しんでいただけたらいいなと思います。本当に私が今まで飲んだお酒の中で一番美味しかったって言っても過言じゃないぐらい美味しかったので、ぜひ皆さん飲んでみてください。では今日はこんな感じで私が住んでいる奈良県についてお話ししてみました。いかがでしたか？今日も楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。たくさんおすすめできることをご紹介したので、もしね、これから日本に来る人、特に関西に遊びに来る人は、奈良県も観光の選択肢として入れてくれるとすごく嬉しいです。で、しかも本当に可愛くて優しい動物なので、皆さんもぜひ優しく接してあげてくれたら嬉しいです。では皆さん、今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。